今回は、原初のデュエルマスターこと、アダムについて解説していこうと思います。漫画スタークロスのラスボスであり、初めてデュエルマスターズのカードを手にしたものとされるアダム。その実力はガルドのリーダー、ザキラを超えるほどであり、勝負の前に立ちはだかった最強の敵です。そんなアダムの野望から過去まで、すべて解説していくので、ぜひ最後までご視聴ください。それじゃあ、早速参りましょう。アダム、デュエルマスターズスタークロスからの登場人物であり、本作におけるラスボス、股間をカードで隠す以外はほぼ全裸であり、南極で長い間眠りについていました。そしてアダムはその長い眠りから目覚めます。そして長い間眠っていた影響から、アダムは記憶を失っていました。デュエマのことも自身のことも忘れてしまったアダムを守るため、駆けつけたアダム親衛隊が保護し、南極に要塞島サザンスピアを出現させ、アダムの記憶を取り戻すための訓練を開始します。これがデュエルマスターズスタークロスの始まりとなりますね。ちなみにアダムは伝説的な存在であり、勝負ら現代の者たちにとっては、初めてデュエルマスターズのカードに触れ、初めて使い、初めて極めた男であり、人々にデュエマを広めてこの世から争いをなくした、おとぎ話として伝承されていた伝説的な存在だったのです。なので最初は目の前のアダムという存在に戸惑い、ドクタールートに確認するほど、にわかに信じがたい伝説的な存在ってのがアダムだったのです。さらにこのおとぎ話には続きがあります。アダムはデュエマを広めてこの世から争いをなくしたのですが、彼が最後にしたことは、この世界を海に沈めたこと。つまりこの世界から人類を滅ぼそうとしました。ただのおとぎ話と落ち着かせるドクタールートに対し、実際に目の前にアダムがいたと訴える勝負らは、アダムが覚醒したら再び世界が沈められることを察し、世界を守るため、アダム覚醒を阻止するべく、アダムが保護されたサザンスピアへ乗り込むのでした。しかしそんな勝負らを迎え撃つのはアダム親衛隊。ふざけたメンバーだったのですが、その実力は本物であり、次々と勝負らを追い込んでいくのです。その頃アダムはというと、ニセキサナブが捕らえ洗脳したザキラを利用し、アダムとデュエルさせることで、アダムの記憶を取り戻す訓練をしておりました。徐々に記憶を取り戻すアダム。しかし完全に覚醒するまでには至らずだったのですが、勝負らの活躍により親衛隊がいなくなったところを狙い、ザキラがアダムを襲撃。ニセキサナブに操られていたのは演技であり、虎視眈々と機会を狙っていたのです。そしてザキラとアダムの最後のデュエルが開始。その中でアダムは、過去の記憶を取り戻していったのです。アダムの過去、遥か遠い昔、不思議なクリーチャーと人間は友達でした。共に助け合って生きていた人間とクリーチャーでしたが、人間がクリーチャーの能力を戦争の道具として使い始め、いつしかクリーチャーは兵器となったのです。そして世界は、欲望に満ちた人間同士の争いに満ちた、地獄のような世界となりました。アダムもその戦火の中、必死に生きる一人の人間でしたが、その中でとある女性と出会いました。彼女の名前はイブ。戦争で両親を殺されたイブでしたが、彼女は死んだ父と母、そして両親を殺した罪人のために祈っていました。そしてこの祈りがいつか神様に届き、きっとこの世が平和になることを願っていたのです。その姿勢に感動したアダム。しかし毎日イブが祈っているにもかかわらず、争いが止まないこの世界。それに激高したアダムは、天に心打ちを叫んだのです。そして奇跡は起きました。雲の晴れ間に導かれたその先で、光り輝くリンゴを手に取ったアダムは、兵器として使用されるクリーチャーをカードに変えたのです。この力で世界のクリーチャーすべてをカードに変え、この世から戦争がなくなり、アダムは救世主として英雄となりました。そしてアダムはカードとなったクリーチャーを使った、カードゲームを世に広めることで、世界の平和は長く続いていったのでした。しかし現実はそんなに甘くなく、世界各地で再び戦争が始まります。アダムが広めたデュエルマスターズのカードを使わず、力で支配しようとする者たちが、世界各地で争いを始めました。それを見かねたアダムは、カードからクリーチャーを一度だけ出して、争いを鎮めようとします。しかしイブがそれに反対。アダムのしようとしていることは、戦争を始めた者たちと同じことだと訴えますが、アダムはイブに手を挙げるほど反発。アダムの戦争をなくしたいという思いは、大切なイブの両親を奪った憎き事象。それを阻止するためならと、行動を止めないアダムは、すでに暴走していたのでした。この時アダムが召喚したボルシャックネックスが、イブの言うことを聞けとアダムに訴えますが、
アダムが止まることはありませんでした。すると、イブが待つ城が爆発。急いで戻ったアダムでしたが、そこには爆発に巻き込まれ倒れるイブの姿がありました。そしてイブは最後の言葉。暴走するアダムを止める言葉は残さず、ただ幸せだったと告げ、アダムには笑っていてほしい旨を伝えて死亡。もしかしたらこの最後の訴えは、イブなりの最後の忠告だったのかもしれませんね。戦争なんてやめて、ただ笑っていてほしい。しかしアダムは違いました。イブを失い涙が枯れるほど泣いた後、アダムは人類を滅ぼすことを決意。そうすれば戦争はなくなると、アダムはさらなる暴走を始めます。起源神の力で世界を飲み込んだアダムは、一度世界を滅ぼした後、着きました。そしてアダムが眠っている間、この世を平和に導く存在を残します。それが現代のデュエルマスターと、それを守るガルドでした。ザキラとのデュエルで、全ての記憶を取り戻し、覚醒したアダムは、現代のガルドのリーダーザキラに対し、未だ争いが絶えないこの世の今を知り、役目を果たせていないことを説教します。しかしそれに反発するザキラ。ここでザキラの真の目的が判明。ザキラは、デュエルマスターを守るために作られ、デュエルマスターを守るためだけに生き、死んでいくガルドという存在を、アダムというデュエルマスターを倒すことで、その呪いから解放することでした。ただアダムの圧倒的な力の前に、ついにザキラは敗北。しかしザキラは命乞いすらすることなく、その死を堂々と受け入れました。私の人生はデュエルに始めり、デュエルに終わるのだ。ガルドとして生まれ、デュエルマスターを守るためだけに生きてきた。しかし己の能力を信じ、すべての命を投げ打って、仲間と共に己の生き方を貫いたザキラは、ヤエサルに対し、自分が決めた人生を生き切ったと言葉を残し、アッシュと共に絶命。最後まで屈することのないザキラは、立ったまま絶命したのでした。すみません、ここの話が大好きすぎて、ザキラメインみたいになっていましたね。話を戻しますが、すべての記憶を取り戻し、ザキラを倒したアダムは、未だ争いが絶えない人類を滅ぼすため動き出します。それを阻止するべく、すべてを奪われた勝負が、アダムに最後のデュエルを挑むのでした。ちなみにすべてを奪われた勝負と言いましたが、勝負はここまでたどり着くまで、一緒に来た仲間全員が死亡しています。残酷ですね。話を戻しますが、アダムは勝負とデュエルを開始。しかし世界滅亡へのカウントダウンはすでに始まっていました。この塔、サザンスピアが、超巨大なドリルに変形し、地中深くへ潜っていきます。やがて地殻を破りマグマを吹き出させ、その熱で南極の氷が溶け、溢れ出た水で、世界を再び沈めることが目的でした。そのタイムリミットは20分。その様子をアダムは塔の最上階、天井の間にて眺めるのでした。その天井の間にはイブの亡骸が結晶化して眠っているのです。アダムはこの結晶化したイブと自分だけがいる世界を作り出そうと、世界の崩壊を企み、勝負をそれを阻止するため、世界をかけたデュエルがスタート。デュエルの中でアダム親衛隊であるハプニングが、目の前の勝負のような、敵である者に手を差し伸べ、許すことができる心と、デュエマを愛する心を持つ存在がいることを伝え、人類はまだ滅ぼすべきではないと進言するのですが、アダムはそれを無下にして踏みつけました。この時のアダムは、イブを失ったあの頃のアダムと同じで、すでに暴走していたのです。さらに衝撃の事態がアダムを襲いました。勝負との激しいデュエルの中、世界の危機を察知した人間が、アダムを止めるべく戦闘機を出撃させ、サザンスピアを爆撃。その衝撃で結晶化したイブが吹き飛んでしまいました。それにブチギレたアダムは、デュエルマスターの力で実体化したアポカリプスデイを唱え、周囲を吹き飛ばしました。その衝撃と、自身の手に世界がかかっている重圧に潰されかけていた勝負は、一度は気力を失いかけるも、これまでの自身の人生、家族や友達、ライバルと過ごしていた中で、いつもそばにはデュエルがあったことを思い出し、自身がデュエリスト切り札勝負であることを自覚し、デュエルマスターに覚醒した勝負とその気持ちに応える形で、奇跡のシールドトリガーが共同、大好きな世界を守るため、そして世界中の人々とデュエルがしたい、大好きな思いを乗せて、勝負は最後の切り札、奇跡の覚醒者ファイナルストームダブルクロスネックスを召喚。アダムは勝負に敗北したのでした。しかし勝負のダイレクトアタックは、アダムではなくサザンスピアへ、世界滅亡を食い止めるべく、塔を止めようとする勝負とクリーチャー、そして勝負を助けるため、デュエルマスターの奇跡の力で復活した仲間たちや、
世界各地で見守るあまたのデュエリストたちの思いとクリーチャーたちが、全員集結して塔を止めようとします。その様子を見ていたアダムは、自身がこの星が大好きだったことを思い出します。昔人類を滅ぼした時、完全に滅ぼさなかったのは、人の可能性を信じたから、アダムはとある子供にデュエルマスターの力を託し、人と人、人とクリーチャーが手を取り合う、争いのない世界を託していたのです。それを思い出したアダムは自身も塔を食い止めるため力を貸し、なんとか塔を食い止めることに成功したのです。これで世界の崩壊を防いだことでスタークロスは終了。アダムは勝負との戦いから数年後、とある国で暮らしていました。あの時の戦いで行方不明になった勝負を探すため、さまよっていたアダムは、力尽きて倒れていたのですが、とある国の人が拾ってくれて、そこでデュエルをしながら暮らしていました。そしてある日、亡きイブの声の導きによって、アダム宛てに届いた世界大会への案内状から、その会場で無事見つかって大人になった勝負たちと、感動の再会を果たしたのでした。おしまい。以上、アダムについて解説していきました。いかがだったでしょうか？切り札勝負の漫画では最後となる物語だったため、原初のデュエリストという壮大なストーリーだったのですが、とても素晴らしい物語だったと思います。特にザキラの最後は素晴らしかったですね。皆さんのコメントも楽しみに待っていますね。リクエストもお待ちしております。少しずつ答えていきますね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。